新しい企画としてこれからマニュアル車を運転しようかなと考えている人のために、簡単な発信の仕方とエンストについてお話ししてみようかなと思います。エンストが怖くてマニュアル車を避けるっていうのはすごくもったいないことだと思います。特に中古車の場合、マニュアル車の方が価値が高いし、何よりも運転しててマニュアル車は楽しいです。別にエンストすることは恥ずかしくないし、みんなねそうやって覚えてきたんで怖がる必要はないと思います。じゃあね、今からやっていきます。この車を使って実践していきます。まずなんでエンストするか、エンストするメカニズムについてなんですけど、この車の場合ここにエンジンがあって、ここにクラッチがあります。でエンジンのパワーをタイヤにつなげたり切り離したりしているのが、ちょっと厳密に言うと違うんですけど、がクラッチという装置です。で車っていうのは発進するときに最もパワーを必要とします。そりゃそうだよね。この1トン以上ある物体を止まってる状態から動かそうとするんで、とてつもないパワーが必要です。でその時にこのエンジンのパワーが車の重さに負けてしまうと、ストンとエンストしてしまいます。でエンストしてしまうと、この車のエンジンっていうのは自力で復活することができないです。でその場合、ここのバッテリーとかセルモーターでもう一回ね電気ショックを与えて復活させる必要があります。心臓麻痺と同じような感じですね。でその時にねもたもたしちゃうんで、みんなやっぱりエンストを怖がってしまうんですよね。じゃあ今からね実践していきます。はい、一応ねもうカメラとかセッティングしています。これが足元映るようなしたカメラです。これがアクセルで、これがブレーキで、これがクラッチです。で基本操作は一足に入れてクラッチを上げながらアクセルを踏む、逆でもいいんですけど、アクセルを踏みながらクラッチを上げるでも発進はできるんですけど、ただこれはなかなかねこれをやろうとしてもうまくいかないかもしれないです。なのでもうハンクラッチの定義を覚えた方がいいかなと自分は思っています。でまずハンクラッチで、これがクラッチなんですけど、クラッチは一足に入れます。で実はねこの使わない部分の方が結構多いです。で全然車動いてないですよね。でゆっくり上げると車がねちょっとずつこういう風に動いてくるんですね。でこの動いてくるところからがハンクラッチです。で今の理論覚えてしまったら、この動き始めるところからアクセルを踏むともうすごく滑らかにねこういう風に発進することができます。
はい。で、次にエンストする理由、もうこれがもう一番重要なんですけど、理由はやっぱ大きく分けて2つあります。で、1つ目が、クラッチ操作が雑。それだけですね。はい。で、例えばこういう風に発進するんですけどね、止まって発進なんですけど、このクラッチ操作がちょっとね、雑に上げてみます。ちょっと今ねガクガクってなったと思うんですけど、もうちょっとアクセルを弱くしてこうやると、こういう風にねエンストしちゃいます。このエンストしちゃうとちょっとねこういう風にエンジンがかかりにくくなってしまうんで、結構ねみんなこう慌てふためいたりしちゃうんですね。だからさっきも言ったようにクラッチを丁寧に上げてやれば、これアクセル使わずにクラッチだけでもねこういう風に発進することができます。クラッチオンリーでもいけます。もう一つの理由、エンストする理由はアクセルの煽りが少なすぎる。で、さっきも言ったんですけど、発進するときにはこういう風にクラッチを上げながらアクセルをこう煽ってやるんですけど、このアクセルが足りないといくらね頑張ってもクラッチだけではちょっと厳しい時があるんで、アクセルのパワーを使ってやる、それが結構重要です。で、せっかくねうまくいってるのにアクセルを戻しちゃったりすると、これもねまたエンストする原因となります。できるかな、ちょっとエンストしたいんですけど、例えばこうやってアクセルをつなぐんですけど、こうやって戻しちゃう。そうするとこういう風にエンストしてしまいます。だからビビってこう緩めない、ちゃんとこうじわっともう一回踏んだらもうスーッとこういくってことが重要だと思います。だからそうだね、場所があるんだったら公園とかで練習してみるのもいいかなと思います。あとは発進するときにこうアクセルをちょっと煽ってやると少しねエンストしにくくはなるんですけど、あんまり自分はおすすめしないです。例えばこういう感じでねやるとあんまりねでもかっこいいもんじゃないんで、自分はねあんまりおすすめできないかなっていう感じです。で、他にはねこうマフラーとかをこうスポーツカーで社外品に変えたりすると当たり前なんですけどエンストしやすくなりますね。トルクがなくなっちゃうんで、あとクラッチとかもメタルクラッチとか入れちゃうとね、ハンクラッチがほとんどなくゾーンがなくなっちゃうんで、かなりねエンストしやすくなります。フ
ライホイールもそうですね。軽量フライホイールとかにするとその慣性の力がなくなってしまってすごくエンストしやすくなってしまいます。あとは例えばディーゼル車は、トルクがとても高いのでエンストはもうかなりしにくいです。ただね、ディーゼルカーに慣れてしまうと普通車ちょっとね乗りにくくなってしまうかもしれないです。はい、こんな感じですかね。ちょっと今回はね発信の仕方と演奏についてお話ししてみました。またね、こういう動画撮ってほしいとかご要望がありましたらまたやってみたいと思います。はい、では今回はこれで終わります。